科教育シンポジウム第1セッションです。第1セッションは進化するオンライン授業とつながる子どもたちということで、今日は特に専属学園小学校の教頭先生である赤尾綾子先生にいらしていただきました。それから赤尾先生と共同研究されている本学教職大学院の北澤武史先生に対談をしていただきます。まずはお二人の先生からオンライン教育と ICT 活用などについて自己紹介を兼ねてお話をいただきたいと思います。専属学園小学校の赤尾と申します。よろしくお願いいたします。私もこの学芸大学を卒業し、こちらで理科教育の勉強をしておりました。卒業後すぐに現在勤務している学校で働き始めました。現在は教頭職をしておりますが、教頭になる前は主に高学年の担任をしたり理科の授業を実際に行っておりました。今年度は久しぶりに理科の授業を担当し、私自身もオンライン授業の実践を行いました。まず本校ですが、神奈川県川崎市にございます共学の私立の小学校です。全員が中学校受験をする点が珍しい点だというふうに思っております。本校の理科の授業は週4コマあります。そのうち2コマが実験理科という名前で実験がメインの授業になっております。専科教員が指導しておりまして、実験の授業は TT で行っております。本校では現在2年生の2学期より1人1台の iPad をご家庭の負担で購入していただいて利用しています。こちらの iPad は MDM で管理しており、子どもたちは毎日学校に持ってきて、また自宅に持ち帰って常にそばに置いて学習をしております。昨年度 ADS に認定され、Apple の機器の活用を進めているところです。本校のオンライン授業ですが、一番大切にしたかったことが子どもたち同士のつながりを感じられること、また規則正しい生活を送ることでした。そのため双方向で授業を行うことが必須となっていました。そのためにはこういったいろいろなものを準備していくんですが、4月1日以降の3日間でいろんなことをとにかく準備しなければいけない現状でしたので、4月8日の時点でとりあえずスタート地点に立って始めてみようということでオンライン授業を始めました。ですので全くの未完成の形で進めたことになります。その後約3ヶ月にわたりオンラインでの授業を実施いたしました。その間にいろんな取り組みを追加していったのですが、この中でピンクの色がついているところは子どもたちがやりたいと言って導入したもの、青い色がついているものは先生方からやってみたいということで導入したものになります。6月以降は分散登校を開始しましたので、ここからはハイブリッドで授業を行っておりました。また教員もしばらくの間ずっと在宅勤務で自宅から授業を実践していました。本校の理科のオンライン授業ですが、主にこのようなアプリケーションを使って授業を進めていました。共同で行う作業に使うアプリと個別の学習に使うアプリがあり、真ん中の3つに関してはいずれの学習においても利用していました。以上になります。皆さんこんにちは。東京学芸大学の北澤武史と申します。私今の所属はですね、先ほどご紹介いただきました通り、東京学芸大学の教職大学院の情報教育サブプログラムを担当しております。で、私自身もですね、もともとは本学出身でして、ちょうど赤尾先生の1個上の先輩にあたります。で、その先輩後輩っていうだけではなくてですね、実はですね、素晴らしい先ほどご紹介いただきました専属学園さんのですね、ICT の活用の実践を、ご縁がありましてですね、支援させていただく機会をいただきまして、そういったところから、現在に至ってですね、一緒に研究もさせていただいているというような形になっております。
で私自身も写真に写っている通り教員経験がございまして、学芸大学を卒業したらですね、7年間ですけれども、都内の私立の学校でですね、これはちょうど理科を教えている時ですけれども、理科を教えたりとか、当時はですねコンピューター室を作ろうってもう20数年前ですけれども、そんなところで、北沢が、そのコンピューターの室をどういうふうにしていくかっていうのを担いなさいという、管理省からの達しがありまして、理科と、情報教育の二足のわらじで、やっていました。もちろん担任とかもやっておりましたけれども、そんな形でいましたが、情報教育というのを、担うことになりまして、よりそちらの方面のですね勉強をしたいということで、東京工業大学に行って、教員をやりながらちょっと二足のわらじでやりまして、で、博士課程取りましたら、大学の道に進むことになりまして、で、2校の大学を経て、現在学芸大学に戻ってきたというような形です。で、研究分野といたしましては、教育工学という分野ですね、を、専門としておりますが、あとは科学教育とか情報教育、昨今では学習科学という領域でですね研究をしております。主な研究といたしましては、もうこちらの通り ICT 活用指導力向上を目指した教員養成、教育研修についてどういうふうにしていったらいいかというようなお話であったりとか、教育現場の ICT 活用と、児童、生徒も含めてですけれども、効果影響の分析というようなところを主にやっております。以上です。はい、どうもありがとうございました。専属学園小学校ではもう直ちに、先生や子どもたちの企画が立ち上がって行われたということで、とてもお話を楽しみにしております。ここからは北澤先生に MC になっていただいて、お話を進めていただこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは川先生、改めてよろしくお願いいたします。今日用意したテーマはですね、こちらの4つになります。まずですね、ICT、特にタブレット端末に対するその見方、考え方について、機構ではどのように考えていらっしゃるかということを教えていただきたいなということと、2つ目にはオンライン授業下での理科の授業について、どんな授業が展開されていたのか、ぜひ教えていただければと思っています。そして3番目には、今後の教育についてですね、対面指導とオンラインのハイブリッド化についてどのようにお考えかということを教えていただきたいのと、最後にまとめと展望についてお話ししていただくというようなことです。はい、では早速いきたいと思いますが、1つ目のテーマですね。ICT というのは情報の面から見ればその情報収集とか発信交換のツールであったりですね、人間のレベルで見ると表現と相互作用のツールでありますけれども、こういったそのツールをですね、教材と置き換えて普及させていくんではなくて、人間社会の基礎的なツールとして学習においても活用すべきだというふうに考えられるかなと思っています。でそういったことによって、また子どもたちのですね、表現活動とか学びが変わってくるかというふうに、期待ができるわけですけれども、ぜひですね、どのような考えで、どのような形で取り組んでいたのか、ぜひ教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。本校の iPad を使った学習についてご説明いたします。本校では iPad は学習の文房具の一つとして扱っています。コンパスを例にご紹介いたしますが、例えばコンパスの学習をする際には、コンパスの針は危ないよってこととか、円を描く道具ですよ、またコンパスを使うとこういうふうに円が描けますよや、いろんなコンパスを使ってできることっていうのを子どもたちは学習をします。その結果、その後は円を描きたい時に特に指定をしなくてもコンパスを使って子どもたちは円を描いたり学習をするってことは、先生方は皆さん経験なさっていると思います。本校ではこのコンパスが iPad に置き換わったような学習をしています。 iPad の学習の際には iPad を正しく使わない時のデメリットや、 iPad は学習するための道具ですよ、また iPad の基本操作、そして iPad を使ってできることといったことを学んでいきます。そうすることによって子どもたちは iPad の機能を使って自由に学習し、課題を解決するようになっていきました。本校では全ての教科のあらゆる場面で活用しています。
こちらに挙げたのは一部の例ですが、このようにありとあらゆることを iPad 上で行っております。理科の授業中に使っているアプリケーションですが、主にこういった一般的にどの教科でも使われるようなアプリケーションを使って授業を進めています。こちらも特別なことを学ぶわけではなく、例えばこれらはノートとして使っていますし、プリントを配布するためのアプリですとか、定規の代わりだったりストップウォッチだったりフラッシュカードのような役割をする、こういった従来あったものをアプリに置き換えて授業をしているということになります。この中でも2つの、効果的なアプリケーションをご紹介いたします。1つ目がスケッチをするためのアプリです。こちらは対象物の写真を撮ってそれをアプリに取り込み、なぞることで対象物を詳しく観察することができるアプリになっています。これを導入したことによって子どもたちは理科の授業中のスケッチで上手に描かないといけないということを思うことなく、ただなぞるだけできれいな絵が描けますので観察に集中できるようになりました。ここに挙げた絵が3年生が描いたスケッチです。昆虫などは今までの観察ですと足の節の向きなどを割と適当に描いていたり、触覚の長さも適当に描いている児童が多かったんですが、こういうアプリケーションを取り入れることによって子どもたちは対象物を詳しく見られるようになりました。もう一つのアプリがカメラです。こちらは今まで可視化できなかったことを可視化できるようになったので、例えば空気鉄砲の弾が飛ぶ瞬間をスロー再生して確認したり、対流の様子をスロー再生で確認したりということで子どもたちは活用しています。また理科の授業中に時間の関係でどうしてもやり直しができないような実験の場合にも動画で撮影することによって実験結果を何度も再生して確認しながら子どもたちは議論ができるようになりました。このようなアプリを使うことによって主にできるようになったことが2つあります。1つがアイデア・考えの共有です。もう1つが書いたものを簡単に消せるのでやり直すことが容易になりました。そうすることによって子どもたちのモチベーションが上がって、その結果創造性や主体性が向上したというふうに考えています。赤尾先生、どうもありがとうございました。アプリはいろいろありますけれども、特にその理科のところでですね、先ほどそのペンでなぞるということでよりですね詳細なところが分かるようになったとかですね、普段の観察だけでは分からないようなことがICT を使うことによってより興味を持ったり分かるようになったというところが見えて分かりました。でさらにまた理科のことについてですねお伺いしたいなと思いまして、次はテーマ2になりますけれども、このようなコロナ禍の中でですね、オンライン授業というのが行われてきたと思うんですけれども、理科の授業は一体どのような形で行われてきたのかというところですね。特にその子どもたちのいわゆるコンピテンシーですね、行動特性とよく言われていますけれども、そういったところの観点からどういう成長が見られたのかというようなところ、それがただ単にこの一過性の問題なのか、それとも長期的に行動が行われるものであるのか、その点も含めて教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは続いてのオンライン授業の実践についてご紹介いたします。本校ではオンライン授業中は午前中のみの授業でしたので、どの教科も半分のコマ数で授業を進めることになりました。そのため理科の授業で考えたことは、2コマの授業を使って授業外で児童が主体的に学べるような種まきをしていこうというふうに考えて授業を構成していきました。気をつけたことが3点ありまして、1つ目が従来の単元の構成の扱いを検討して単元ごとに傾聴をつけて授業を行いました。メインにした授業が種子の発芽と成長だったんですが、
子どもたちが自宅で学習することを考えたときに、水中の生物を各家庭に飼わせることが結構大変だと考えたので、種子の発芽と成長の方をメインの単元とし、それ以外に、サブ単元として水中の生物を扱っていくことにしました。2つ目に、登校した時と同じように子どもたちが共同に学べるような場を設けようと考えておりました。通常の授業中のように予想を共有したり議論したり、共同編集で一緒に何かを作り上げたり、また授業以外の時間も子どもたち同士がつながれるような授業を実践していました。その他の部分は、私も行き当たりばったりのところがあったんですけれども、とにかく子どもたちがもっと理科を学びたいと思えるように動画の視聴を流したり、テストの実施をしたり、やってみたくなる課題を出したり、また子どもたちに簡単なアンケートをしたり、子どもたちの意見を反映させたりということを行いました。こちらが種子の発芽と成長で実際に子どもたちが私に提出したレポートになりますが、オンライン授業中は1日3時間ずっと iPad の画面を見て授業を受けていましたので、子どもたちの中には午後の時間はノートで授業がしたいという子も結構な割合でおりました。そのため上の子のようにノートに書いたものを、ロイロノートで提出している子もいれば、下のように自分で調べたことを普通に、ロイロノートでまとめて提出している子もいました。子どもたちが予想や何を調べるのかなどを共有するためには、ロイロノートスクールのアプリを活用しました。例えば、どんな条件で調べるかということを子ども同士が共有して提出して、他の子が何を調べるのかを確認しているのが左の画面になります。自分が水が必要かどうかを調べる実験をすると思っていても、そういう子が多ければまたその情報を見てやっぱり違うものを調べようかなというふうに、自分が何を調べるかを他の子の様子を確認しながら決めていきました。また右側は Zoom の画面になるんですけれども、上が子どもたちがてこの3点についてどこが支点なのかな力点なのかなというところを、チームで話し合っているところです。下の絵は子どもたちが Zoom でつながりながら同じキーノートのスライドを共有して一緒に水中の生物のクイズを作っている画面になります。子どもたちは iPad をもともと使い慣れていましたので、このように何かのアプリを開きながら他のアプリを開いて作業するということも普通にやっておりました。こちらはインゲン豆の発芽の実験のレポートです。本校では提出方法を特に決めておりませんので、先ほどのように紙に書いたものを提出している児童もいれば、右側の児童は文字をワープロで打ちながらも表などは大変なので手書きにしているというパターンの子どもになるんですが、こういうふうに自分のやりやすいように記録してこれらを私に提出していました。このレポートは少し長いんですが、1人の子は植物の発芽に良い言葉かけは必要かどうかということを調べていて、良い言葉かけをしたとしても発芽には差がないっていう結果を導き出していました。こちらもですね、この子はたくさんの実験をしたんですけれども、これ以上実験をしてしまうと家中インゲン豆だらけになるっていう結果を出していました。従来の理科の授業ですと、自然科学が好きな子や疑問があったら調べたい欲求が強いという子どもが割と主体的に学習に取り組んでいるんですけれども、オンライン授業中はそれだけではなくて、一人でじっくり取り込むことが嫌ではない子、また周囲に気軽に質問ができる人がいるという子どもたちが主体的に学びを進めていました。
この中で重要なポイントは質問できる人がいるというところだというふうに私は考えています。中には保護者の方が直接答える場合もありますし、保護者の方が教員に質問するように促してくださる場合もあります。そういった子どもたちは私のところにたくさん質問をしてくれました。オンライン授業を行う上では、教員に気軽に質問したり、つぶやける環境を整えることによって子どもたちの主体的な学びが進むんじゃないかというふうに考えています。ですので、こういった時間を用意することが大切であると思います。はい、以上です。はい、岡田先生ありがとうございました。いや非常に素晴らしい実践ですね。ちょうど5年生ですかね、理科の、そうですね、事例を出していただいたかと思いますけれども、まず最初に大事なことはやはりその単元の特性をしっかり先生が理解して、そういったところの中で登校時でどんな活動をしてたのかというのを確認して、その中でこうツールをうまく使いながらできる授業というのをこうデザインされたというところが非常に大事なところかなというふうに思って見ていました。で子どもたちが必ずしもその iPad を使って全てやるというわけではなくて、自分でツールを選択して、で自分がやっぱり表現したいものを使いながら、勉強を進めているというところも非常に印象的だなと思いました。でも大事なところはやはりこの他者がどんな学びをしているかっていうのをこうなんか覗み聞みできるような、環境を出すというようなところが結構ポイントであったりとか、あと一人でじっくり活動できるということと同時に、誰か周りの人でこう質問できる環境を整えるということが大事であり、またそれもまた課題でもあるのかなというふうにこう思って、私自身もこう学ばせていただいたところです。では続いてのテーマに行きたいと思いますけれども、その今後の教育ですね。今はですね、だいぶそのコロナ禍というのも、いろいろこうくすぶりながらも落ち着き始めていて、対面の授業、対面指導と、オンラインの、ハイブリッド化の授業をですね、展開していくということもいろいろこう上がっていますけれども、このことについて機構ではどのようにこうされているのかというところについて教えてください。本校では先ほどお話ししたように6月からハイブリッド授業ということで、登校している学年と登校していない学年で授業が違うという状態になりました。この期間オンラインで行う授業とオフラインで行う授業があったわけですが、オンラインの授業ではやはり飛沫などを心配して話し合い活動や共同制作、そういったものは全てオンラインの授業になりました。また音楽の授業もオンラインで行いました。意外だったのが、ほとんどの教科の教員がオンラインの方を希望していました。オフラインではどうしても学校に来なければできないことが中心になり、体育の授業は全てオフライン、また田植えとか1年生がまだ登校したことが1日だけだったので、学校探検ですとか、またお家にはない道具を使うような学習、そして何よりも子どもが友達と遊ぶ校庭を走り回るような時間、そういったものが全てオフラインになりました。この中で話し合いや共同制作、課題の提出、こういったものはもともとオンライン授業が始まる前も授業内でオンラインで行っていましたし、現在もこういったことはオンラインで教室の中で行うことがほとんどです。実際には、子どもたちは話し合いそのものは対面でしているんですけれども、話し合いの内容を共有したりするときに iPad 上にメモを書いて、同じスライドを、使って話し合うということが行われています。ありがとうございます。今でも、もちろんそうなんですけども、かねてからその話し合いとか共同制作とか課題提出はオンラインで、行っていたというようなことを今お話しいただきましたけれども、ぜひですね、実際にどのような授業が展開されているのか、ぜひ具体的な授業のシーンについて教えていただければと思うんですが、いかがでしょうか。はい、わかりました。現在本校ではこのようにホワイトボード上に2面のプロジェクターを用意しておりまして、
教員の持っている iPad からのものを投影したり、子どもたちの手元のものを投影したりして授業を行っております。子どもたちも手元に iPad がありますので、子どもたちの手元の iPad に教員の、使っている画面をそのまま配信した授業を行う場合もあります。こちらは理科の授業の様子なんですが、どちらの写真も欠席している児童が Zoom で授業に参加しておりまして、例えば左側の方は振り子が見えるようにこのカゴを子どもたちが持ってきて振り子の様子を見せているところです。で、右側の写真は手前の iPad で振り子を写しているんですが、もう1台の iPad で休んでいるお友達とつながってどういうふうに実験していこうかということを議論している場面になります。このように今ではZoom というアプリを使いこなせるように子どもたちがなったので、お休みしていることもこのようにつながって授業を進めています。で、こちらなんですが、左側の写真は岩石図鑑というものを作っている授業なんですが、岩石の映像をお友達に送って、そしてどうしても手触りなどが見てるかわからないので、どんな手触りであるよということを説明している場面です。右側の2人は仲が悪いわけじゃなく、音声入力をするためにそれぞれ違う方を向いてつぶやきながら文字を打っています。でもこの2人は同じレポートを共同で作成していますので、見ているファイルは同じものになっています。このように離れながらでも一緒のレポートを作成して完成させていくような授業になっています。はい、ありがとうございます。ですね、子どもたちがそのオンラインと、まさにその対面授業のハイブリッドの、事例を非常に素晴らしい実践をですね、紹介していただいたかなというふうに思います。特にその質感ですよね。岩石の質感というのはなかなかやはり ICT では伝えられないので、そこを解説するっていうのはやっぱり子どもたちならではですね、そこを気づいてお話しするっていうのは非常にICT の特徴を理解して、そしてそれを展開できたという一つの事例かなというふうに思って聞いていました。このような授業を展開していって実際にその効果はどうであったのか、これはですね、我々一緒にですね効果検証を行ってまいりましたので、ぜひちょっとその話について次教えていただければと思いますが、小川先生いかがでしょうか。お願いいたします。まずこちらは、オンライン授業を行った結果どのような効果があったかというのを 1,2 年生の児童に質問したものになっています。ご覧いただけると分かると思うんですが、どの評価も非常に高くなっております。でこの中でも、相関関係を調べたところ、Zoom の勉強で先生のお話を上手に聞けるようになりましたかということと、Zoom の勉強でも学校に通っている時と同じように家で勉強できていますかという質問に対する相関関係が高かったので、1,2 年生にオンライン授業を行う時にはオンラインでもしっかり先生の話を聞きましょうと指導することが重要であるんじゃないかというふうに考えています。続いて3年生から6年生の児童に聞いた結果がこちらになります。おおむね平均を超えてるんですが、低かったところが8番の楽しいことをしてしまってから勉強を頑張っていましたかや13番の勉強でわからないところを友達に聞きましたかというところが低くなっています。どうしても教員には聞く時間があっても友達同士で質問し合う時間というものがなかなか取れなかったので、このような結果になったんじゃないかなと考えております。それぞれの相関を見たときに関係が強かったのがこの2つになります。1つ目が教科書や問題集を見直していましたかと、ノートやタブレットに書いたものを見直していましたかです。教科書や問題集を見直すと同時にノートやタブレットに書いたものを見直している児童が多いということが分かりました。もう1点が、Zoom の授業でも学校の授業と同じように自分の考えを発表することができたと思いますかと、Zoom の授業でも学校の授業と同じように友達の考えを知ることができたと思いますかです。
このことから自分の考えを発表する機会を増やすこと、また他者の考えを理解することが関連しているというふうに考えられています。はい、ありがとうございました。このような相関分析の結果からですね、例えば、教科書や問題集を見直したということと、ノートやタブレットに書いたものを見直したということが、相伴って高くなっているということですね。そういったところから、やっぱりこういうノート、タブレット、教科書、問題集をどう使って、オンライン授業を展開していくかというところを、やっぱ先生方考えながら授業を展開していくことが大事だなということが分かったことと、それから自分の考えを発表するというようなこととか、友達の考えを知るというような環境をどうマネジメントしていくかというようなところもオンライン授業では大事なんだなというところがデータから分かったのではないかなというふうに思います。で次にまた分析をですね、こちらはオンライン授業をやる前でしたかね、はい、分析を行いました。これはどういう分析だったかと申しますと、パーソナルに関する、例えば人前で自分の経験を話すのが好きですかとか、何につけても一人に目立ちたいですか、意見を言うときにみんなに反対されるかと気になりますか、自分の意見が少しでも反対されると何と言い返しているか分からなくなりますかというような質問項目です。でこれは、いわゆるその公的自己意識という、観点で聞いたアンケート項目なんですけれども、その公的自己意識が高いというのは、つまりこの、アンケート項目が、高くなる、つまりですね、他者を気にしすぎてしまうお子さんですね。で他者を気にするから、例えばですね、自分の意見を持っていてもなかなか発表できない、特に高学年になると手を挙げにくくなるというような傾向があるのは皆さんご存知かと思いますけども、それは公的自己意識が高い子がなかなか手を挙げられなくなる、人を気にするのでというようなところです。でそういった傾向のお子さんもやっぱり一定数いらっしゃったっていうようなことは分かりまして、で次のスライドになりますでしょうかね。でこちらその公的自己意識が高いお子さんですね、つまり他者を気にするお子さんと、公的自己意識が低いお子さんですね、その比較を、したというところです。例えば、みんなの前で発表したいけど恥ずかしくてできなかったことはありますかっていうのは、やはり公的自己意識が高いお子さんの方が高く数値が出ていますし、みんなの前で自分の意見を言えることは多いですかっていうのは逆にちょっと低く出てたりで、みんなの前で発表できて嬉しいことはありますかっていうことについては、これはあれですね、低い子の方がやっぱり積極的に出るからっていうことで高く出てるってことですね。でこれで、その結果次ですかね。はい、こちらです。はい。で、実際にタブレットを使って、授業をやっていくところで、iPad を使って発表したいと思いますかというのが、もちろん全体的に上がってはいるんですけれども、公的自己意識が高いお子さん、繰り返しますが他者を意識してなかなか自分の意見言えないお子さんがですね、やはり高くなったりとか、iPad を使って友達の意見を交流することができると思いますかというのも数値は逆転してますいいですけども、したりとか、iPad を使って自分の考えを書くことができると思いますかという意識も、高く出ているというような変化があったということですね。そうですね。つまりですね、他者のことを気にするお子さんで普段はなかなか人前で発表できないですけども、ツールを使って意見を発したりとか、議論するということに関して言うと発表したというような意識が高くなるというようなことで、非常にそういったところでは重要な知見が得られたかなというふうに思っております。はい、それではですね、これまでオンラインの授業の話とかですね、 ICT 活用のことについての、効果のことについても話がありましたけれども、いよいよですねお時間の方も終わりに近づいてきました。これからですねまとめと展望として、専属学園小学校さんではどのようなことを考えてこれからまた学校を発展させようとしているのか、そのあたりについてまた教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、本校では一番大切なことはビジョンを明確にしてビジョンに合わせた ICT の導入をすることだというふうに考えています。どうしてその学びが必要であるのか、またその学び方にどのくらいの効果が見込めるのかということを考えた上でいろいろなプロジェクトを進めています。ビジョンを共有した後にいろいろなプロジェクトを進めるわけですが、本校ではこのような形で推進しています。初めに何かをしようとなった時に絶対に面白いなやってみようっていう人もいれば、ちょっと自信がないなっていう人も教員会に出てきます。
でこの自信がない、不安、やりたくないっていうことの、一番の理由が ICT の導入の場合は操作や、使うことに不安があるということだというふうに考えましたので、本校ではまずはやってみたいなっていう人を中心に研修を紹介したり、セミナーへの参加を促したり、また教員間で自主的な ICT カフェと呼んでいます、ミニ研修ですね、こういったものも教員間で行っています。でこういったことをすることによって、もともと不安がなかった教員のうちの何人かが、なんだ意外と簡単だからやってみようかなっていうふうになって活用が進みます。そしてこれはもう当然なんですけれども、教員間で気軽に聞けるような環境、これはもう雰囲気といいますか、聞くことが恥ずかしくないし、どんどん聞いてみようっていうような、環境づくりをしていきました。また授業ではティームティーチングで行えるように、その授業中に苦手な教員を支援するような仕組みも作りました。そうすることによってどんどんもっとやってみようっていう教員が増えて、また次のことに挑戦してみようっていう教員が増えるので、どんどん良い方向に ICT の活用が進んでいきました。この最後の部分なんですが、この時に保護者や児童からのアンケートの結果を共有したり、他校の状況を共有したりしながら、自分たちのやっていることが間違ってないなっていうことを確認することも行っています。また ICT の中で得意分野を作れるような仕組みも考えて行っています。現在本校では通常の公務文書のほかに ICT チームという ICT に特化した公務文書を作っております。こちらは、統括のリーダーを1人決め、それ以外の、担当に各教員が必ず入るような形になっていて、全員が ICT に関係する、公務文書に携わるような仕組みになっています。もう一つが、ここに挙げられたアプリケーションやいろいろな ICT に関するものを一人が一つ担当してそのスペシャリストになろうというような取り組みです。本校専任教員が24人しかいないんですけれども、例えばナンバーズを担当している教員が1人いて、キーノートを担当している教員が1人いてというふうに、それぞれがそのアプリケーションを担当するようにしています。この担当者は何をするかというと、例えばナンバーズで使えない質問があった時にはその担当に聞きましょうというようなもので、その担当の人は、窓口役なので誰かに質問して解決することも可能になっています。そうすることによってその担当の先生も、知識がどんどん増えていく。また何か研修に行こうってなった時にも、まずはじゃあその自分の担当するものに関する研修を受けてみようかなっていうふうになるので、どんどん一人一人の教員が、その担当のものについて詳しくなっていくっていうような取り組みをしております。さらにですね、こちらは、本校の教員の時間割の例なんですけれども、本校には普通の、教科の授業以外に ICT という授業やレスキューと呼ばれる授業を担当してもらっている教員もおります。 ICT というのは、特定のクラスの授業に入るわけではないんですが、初めて使うアプリがあるクラスとか1クラスを2つの場所に分けて活動するといった時に、もう一人先生がいたらいいなっていう時にはこの ICT の教員を呼ぶっていうふうになっています。またレスキューは基本的には授業には入りませんが、例えば ICT のトラブルがあって授業者が助けてほしいっていう時にはこのレスキュー担当の先生が駆けつけることにしています。どんな場合かというと、突然子どもの端末が止まってしまったのでもう1台持ってきてほしいとか、また突然 Apple TV の調子が悪いからちょっと見てほしいなといった時にはこのレスキューの教員がその教室に行くようにしております。で本校でこれがうまくいっているのは、この時間数も教員のコマ数に数えるようにしているところがいいんではないかなというふうに考えています。
赤羽先生、ありがとうございました。非常にですね、組織的にまさにチームで学校をですね、動かしていく、先生一人一人必ずその ICT の役割を担うというところなんかが非常に特徴的で、他の学校さんにも参考になるような時代かなというふうに思って聞いておりました。そろそろお時間になってまいりましたので、まとめをしていきたいと思いますけれども、これまでご発表いただきました内容を鑑みますと、特にですね、児童はですね、やはりその知りたい学びたいというそのモチベーションを高める、というようなことが分かりましたし、特に他者とのその情報共有が非常に重要であるというようなことが認識されているんじゃないかなというふうに思って見ていました。特にですね、これはですね、自分で目標を設定する、最近ですと自己調整学習というようなキーワードがございますけれども、そういったまさに学びをですね進めているということが見て分かりました。一方、教員はですね、そのビジョン、もしくは教科目標等も明確にすることをですねしっかりしていただいて、そういったところが非常に重要であるということが改めて認識されました。そして、評価指標とか、評価方法を明確にして、実践するというようなところですね、先ほど調査のうちにもありましたけれども、そういったところなんかも非常に大事な取り組みであるということが分かりました。これからですね、ギガスクール構想が行われまして、多くの自治体で1人1台タブレットが付与されて、ICT を活用したまた新たな学びが展開されていくことになると予想されます。そういったところの中でまさに言われているのは個別最適化としての ICT 活用があります。今後ですね、学習履歴とかありますけれども、子どものその学習記録データというのはタブレットの中にいっぱい詰まっているわけですね。そういったデータを解析しながら、次のその学習をどうしていったらいいか、ここの子どもに適したその指導を実現していくことが今後課題になっていくのかなというふうに思っております。またですね、蓄積されたデータをどのように分析して解釈するかというまさに能力も求められているかなと思います。それはですね、教員だけでなく子どもたちもまたですね、自分の学習記録データを見て判断して学びを変えていくということも必要になってくるかと思います。そういったところをどう育成していくかということも課題となるでしょうし、ダッシュボードとありますけれども、どういうふうな可視化をさせるかですね、こういう記録データをですね、そういったところなんかも今後研究分野としては求められていくかなというふうに思っています。繰り返しになりますけれども、ギガスクール構想のですね、実現としてタブレット端末がこれからどんどん活用されていくことが期待されていきますけれども、やはり教員結社が大事だというところなんかは赤尾先生もおっしゃっていました。ICT 活用指導力を向上するためには、その研修と実際にその ICT を使った授業を実践していくっていう機会が大事であると同時に、年間を通じてその研修の機会を設けることが本当に大事になってくる。でこれを一体誰がやるのか、誰がマネジメントするのかという、まさにそこの担当を決めていくっていうこともまた大事かなと思います。でぜひ本当にですね、私もですね長い期間専属学園小学校ですね、成長を見させていただきまして、やっぱり先生方が変わるぞっていう風なところの意識が変わったことによって、やっぱ子どもたちも変わってくるな、そして学校全体もいい方向に変わっていくなというふうなところを本当垣間見ました。ぜひ他の先生方もですね、そういう体験をしていただきたいなというふうに思いまして、最後私のまとめとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。それでは松浦先生にバトンをタッチしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、どうも非常に貴重な事例をありがとうございました。なんていうんでしょうか、たくさんのヒントがありましたね。最後の方の公務文書のなんかも非常にクリエイティブでユニークなアイデアで面白かったです。土台があってそこに種まきすると、ビジョンを共有しようというのがまず土台にあると。でその上でなんていうんでしょう、いろいろなアイデアを出して、そこでそのアイデアの下でみんなが工夫をしていけるようにしている。なかなかそういうマネジメントっていうのはできにくいものですが、思い切ってそういう形にするっていうことですね。で子どもたちに対しても、対面で種をまくと。そうすると子どもたちがいる、オンラインの、器具タブレットを持てば、それは学校にいても家にいても、どこにいてもどの時間でもいわばそのつながりを持っている。
学びのつながりを持っている、非常にこうソサエティ 4.0 的な学び方ですよね。その中で、声をかけると種がよく伸びるんじゃないかと、芽がよく出るんじゃないかみたいな発想があって、それをまた子どもたちがみんな見て面白いじゃないか。でしかし方法は理科のあるいは自然科学の方法でやっているというようなことですね。たくさんのアイデアをいただいたと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらでよろしければ香港の情報がありますのでご確認いただければと思います。よろしくお願いします。